レギュラーのデジモンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一トレース Day4 やっていきたいと思います。なんと45点、対戦相手もね、全部16だったんですけど、しっかり45点、対戦相手もね、42点ということでね、普通に強くなんでしたね。はい。前回の数もね、多いので、早速やっていきたいと思います。キャスリーさんルートライダーも、前回と同じような使い方ですね。サイドカットとしてルートライダー、オーバーグローを使って、ここは、なんか、こんなような配置だったな、前回も。同じか、これ。同じ配置を逆サイド固めてるんだ。多分全く同じ配置だわ。前回の動画もね、同じ配置を攻めてるんですけど、その時はこっちの方にオーバーグローをかけて真ん中に誘導する使い方をしてたんですけど、今回は6時の方をオーバーグローで固めて、発進っていう流れ、ジャンプも持ってきてるんですけど、これどういうジャンプするんですね、ここからね。全部入れて、全突破。で、ジャンプはまあ、キングもかかるような感じで、上が進んでね、みたいなジャンプですね。キングだったり、バルキリーあたりが飛んでくれると。ポイズンは持ってきてない。なるほど。持ってきてないですね。これはちょっと、これ援軍持ってきてる？援軍の呪文ある？援軍って呪文どうやって出るっけ？ちょっとわかんねえな。で、中心部。で、タウンホール突破。下がロイヤルチャンピオンですね。で、キングはジャンプで飛んで、ガントレットここまで届けてくれました。さあ、レイジ置いて。どの道しっかり全開になるんですね。上の方、クイーンの方が流れて。初手オーバーグローでね、ルート強制みたいな使い方にはなってったんですけど、前回もね、同じような使い方、別の場所に打って全開。今回も同じような使い方、別の場所に打って全開という形で、最近使われてる使い方とはね、ちょっと違う使い方で全開ですね。さらにアロメクイヒーラバレー。6時の方からクイヒー、キングスタート。配置の方も対策陣みたいな感じで、クイヒーとしては比較的やりやすいタイプかなと思います。ボールブレーカーもね、そんなに必要ないという。キングの方内側に誘導していって、ここはガントレット飛ばし、ガントレット強い、援軍も出てくる。ちょっと削りたかった内側の方が削れないようなキングの置き方になっちゃった上にタウンホールも起動させて、アイスラバハウンド。レイジターの長弾大砲バカ強いっすね。わ。この距離でそんなダメージ出るみたいな。で、ここからシューター使っていく。なるほど。火力が高いっすね。マルチアーチャーターンのターゲットもあるので、ワンチャンバルーンとかで1個投げるだけでね、マルチアーチャーターンの矢を1個消せるので、緊急回避としてたまにバルーン投げるのはいいですね。ホーミングチェックのバルーンっていうのがここ。弾をね、数減らしてくれるっていうところなので、サイドカット入れて、ボルブレーカー入れて、ちょっとなんかいろいろ苦しいですね、これは。きつい。ただギリギリでクロークを保っている。ダボルブレーカー、クイーンの方は対地クロスの方に戻っていって、結果的にはなんか一番いいルートになったな。ここはクローク。呪文がないんでね、もう。フリーズもインビジブルもないところ、投石に見つかった。ヒーラーが。ただ、対地クロスは突破できたので、シューターがタウンホールを打つことができて、3時からラバルパートスタート。苦しいっすね。ずっと苦しい。ずっと苦しいよ。クイヒーもここは捕まって、延命の呪文がないので、これはしょうがない。受け入れるクイーンの死。で、ロイヤルチャンピオンにレイジを打って、ヘイストトーム。もう、投石にタウンホールは託すって感じですね。ロイヤルチャンピオン、レイジー能力活動。イーグル取って、トルネードに巻き込まれて、下側に誘導されてマルチ IT 突破ができない。ラバルからすると一番降りたいところが残るのが一番嫌ですね。回収もね、クジガーとかいろいろ残ってますね。バルーンベビドラで、マルチ IT は余力で押し切るしかないというプランニングですね。もうこうなったら。あんまり余力。イエティとかも一応残ってはいるんですけど、苦しいなずっと。ずっと苦しいけど。オーデンがこれオウルついてるっていうのも強いな。オーデンオールで押し切ったのかな。さあ、ホグ追加でウォーデンにターゲットが入らないようにして、テスラのターゲット。で、さあ、ここからオウルチェインとウォーデンで押し切っていっての前回ですね。ヒーリングとの採用。いやー、押し切ったね。オールもね、新レベル来てますからね。15レベル。頑張りました。なかなかね、厳しい展開だったんですけど、しっかり取り切りました。高間くん、ルートライダー編成。
10日弊社クイーン両サイド。シンプルな形ですね。ポイズンリザード強いな、こういう時。来週ヒーロー速攻処理できるの強いわ。変わってくれるのが強いんだよな。さあ、これは、レイジタワーに合わせて、オーデンも走って、トーム入れていきますが、全部にはかかんなかったかな。ただ、ヒーリングトームの方のヒーリングは入るのでっていう形。レイジタワーに合わせてレイジトームこっちも打つっていうのがやっぱどんな編成であっても強いですね。で、あっち側、奥の方のね、レイジタワーが発動してからオーバーグロー。これやっぱね、他の動画でも何度も言ってるんですけど、呪文タワーね、発動してから打つめっちゃ強いんでね。クイーンクローク、タウンホールの方はちょっと触ることができてないんですけど、このクロークの余波で突破ができましたね。強。キングもガントレット。レイジが2発余ってるんですけど、まあ終点、最後のね、オーバーグローの溶けたところに打って、フリーズ打って、あ、そっち打つんだ。レイジ打ってという形でナイス展開。ホイちゃん強え。ホイちゃん強え。ウィレイジが強い上に、なんか真ん中殺意の巨爆の後血すごいな、これ。デッサンクイヒーラバル。バタングの配置を回転させてるやつかな、これ多分。180度回転バタング配置な気がする。シューター転がってきましたね。で、反対サイドガーゴイル。ゴルブレーカーを入れていきます。世界大会予選で使われた配置ってやっぱりね、配られたりもするし、やっぱ知名度あるクランが使うとなると、まあ、とか、注目度ある大会でね、まあ、公式が配信するようなところで使われた配置ってやっぱ流行るんでね、取り方とか攻略の方法とか知っておくのは大事ですね。言ってること同じ。とりあえず何に弱い配置なのかとかね、分かっておくといいですね。大体ね、5V5 用の配置って、シューターに弱い配置結構多いんでね、シューターのこと考えてないんで、やっぱタイム環境なんで、シューター採用は、こういう時に当たる時の攻略法の一つとして結構強いですね。ウォールブレーカー中心部までいい誘導ですね。めちゃくちゃいい誘導。ホーミングチェックバルもつけて、キングも伸ばして、来週部ベビドラカットして、キング、クイーンもね、流れないような形、キングが残した跡地を回収。とてもいい流れです。ちょっとマルチ IT うざいので、ホーミングチェックバルーンプラスのインビジブル。いい、めっちゃいいクイーンの動き。超いい。ここはインビジブルタワー、かかるので、いいクロークフリーズ。で、援軍も出てきて、スーパーガーゴイル出てきた。で、下からラバルパートスタート。いいとめ。で、ポイズンを後付けでかけていくと。いいですね。ウイヒールートもラバルパートもとても完璧。あとはレイジフリーズたくさんあります。レイジがまだ2発あるので、もうここに浅めにレイジ置いて、マルチ IT の方にバルーン進んでほしいんだけど、ロイヤルチャンピオン来ましたね。もうレイジ余ってるんで、もう3発目も9時に置いて。ナイス展開。いや、クイヒールートめちゃくちゃいいっすね、これ。強よ。このルートめちゃくちゃうまい。バーサス。がクルートライダージャンプ。おー、ジャイアントアロー。こういうことっすよね。配置に合わせて、ヒーローギアを切り替えて、インビジブターの解除をやっていくと。で、レイジ。インビジブターがね、帰ってくる前に攻略したいですね。もしくはオーバーグローをかけていきたい。レイジでロードを作って、そうですね、ここで。ポイズンタワーも発動させないところ。ポイズンタワーね、打たせない方がいいですね。レイジタワーとインビジブルタワーは発動させてからオーバーグローを打つのがいいんですけど、ポイズンタワーだけは、本体が食らわないんだったら別に打たれてから打ってもいいんですけど、本体が食らうインビジブルタワーだったら、ポイズンタワーだったら先に消していくっていうのがやっぱですかな。あとは一応ジャンプも持ってきてるんですけどって感じ。ここでタウンホール現れて、ポイズンの方はなかなかいいエイムしてますね、このポイズン。
ただこれ、フリーズかけてスーパーバーバリアンでイエティをタウンホールの方に進めていくようなプッシュの仕方。フリーズかけて。イエティがレイジ乗ってるのもいいレイジの置き場所になってますね。しっかり突破ができて、終点ジャンプ。ロイヤルチャンピオン能力発動中。ペッカがずっとターゲットを取ってくれてる。いいジャイアントアロー。10レベ。まあ、サバカなんでね。スミス、ルートライダー編成。まあ、平均タイムがやっぱり1分半ぐらいでみんな早いっすね。まあ、うまくいったやつって大体これぐらいのタイムになりますよね。10日弊社クイーンと両サイド展開で、内側ルートライダー発進。レイジトム、ドラゴン編成のようですね。一瞬だったな、クイーンの処理。壁ぶち破のツンヨ。3発目のレイジ。これはオーバーグローじゃないから、レイジの数が多いというところで、もう豪華なレイジを打ちまくってますね。で、クイーンのルートも、防衛施設があんまないので、簡単に火力低いところ歩かせることができると。で、オーバーグロー真ん中で、結果も仕事をしてくれました。ロイヤルチャンピオンのターゲットを拾って。10日弊社とクイーンのルートが火力低いところぐるーっと歩けるだけっていうのはね、お得に、もうリスク少なく施設を削れるっていうのがいいですね。スケルトンの呪文を置いて、後ろからスーパーバーバリアンのサポートを入れていきます。キングの処理もここはスーパーバーバリアンストライカーでやりたいんだけど、ストライカーがいないかな？ちょっとやられた感じか。ここもインビジブルタワーの発動させてからフリーズ。クイーンクローク。フリーズは一応余ってるんだけど、もう打つとこなくなってますね。打つならマルチしかもうなくなってるぐらいの余力でロイヤルチャンピオン能力解放。そうっす。いい全開。あっという間の全開です。クラウス。1分20秒ちょっと。10日弊社、クイーンと。まあ基本的に考えたときに、この10日弊社クイーン両サイドカットで全開取れる配置はまあみんなこれで、まあ楽だし、みたいな感じでいくのかな。プランニング考える上でも一番シンプルだしね。難しいことしないっていうのがやっぱ今、この環境はやっぱ、そんな難しいことしなくても全開取れるので、やっぱそれが一番大事かなっていうところで。援軍はちょっと細かめなプラス、これ、もう相手偉いっすね。配置によってちゃんと援軍が毎回変わってるし。ここは、オーバーグローをかけていきます。タウンホール。で、シングル IT も多いところなんですけど、スケルトンとかフリーズを駆使して、ルートライダー延命してレイジ。もう1枚レイジが手元に残ってるって感じですね。スーパーバーバリアンの方でキングのターゲットを拾って、わざわざね、これクイーンで相手する必要もないんでね。外側でスーパーバーバリアンストライカーでキングの処理を行いつつ、このタイミングでタウンホール現れて、クイーンクロークが残ってキングクイーン、両方能力残ってましたね。いいガントレット。ロイヤルチャンピオンも能力残ってるし、レイジもクイーンに打っちゃうと。よー。もう使いこなしてますね。やったーくん、ルートライダー。やはり1分半ぐらいのタイムでの全開。ルートライダー発進。ね、東海弊社の前にしっかりバーバリアン出して、クイーン外周、クイーンクローク、ヒーラー生み出し、そろそろトームも検討中。レイジからのナイストーム。アイスラボハウンド。他の配置にはちょっとスケルトンに捕まってロイちゃんに殴られてたクイーンの延命にフリーズも打ったりと、しっかり視野が広い。で、一応ポイズンリザードもいるんでね、アイスラバハウンドの処理は軽くしてくれつつ、ここでタウンホールオーバーグロー。ポイズンリザードがターゲット変わって、いろいろターゲットめっちゃ変わってるんですよ。ここでポイズンしっかりパピーの方にかけていって、処理を行い、あとはレイジフリーズをタウンホール現れるところまで待つね。特にインビジブルターンもあるんでね、これはフリーズ欲しいですね。で、キングと当たるところストライカー。これも非常にいいタイミング。ウォールブレーカー使って穴も開けつつ、インビジブルターが、ここはもう先にタウンホール降り切るはずなん降り切れますね。危ないギリギリやって、
キング、ロイちゃん能力残し、マルチ IT が現れてフィニッシュ。バーサス。ヒロヤさん、ルートライダー。これもすごい前からある配置だね。クイーンを使いつつ、反対サイドとか、弊社真ん中ルートライダー。まあ、同じような形を、僕もやっていくような流れになるかなと思います。ルートライダー発進。ペッカちょっと合流しちゃったんで、その分スーパーバーバリアンでサポートしてますね。フリーズからスケルトンの呪文回収部かけて。まあ、この辺ね、ペッカが流れなかった分のリカバリーみたいな感じだと思うんですけど。いいと思う。そしてクイーンもシングル相手捕まってるんだけど、ここはフリーズしっかり打っていく。スケルトンの呪文も置いて、キングの立ち位置を変えさせないシングル相手のタゲ取る。ナイスクローク。中央もレイジ打ってめっちゃ強いな、これ。クイーン強い。それは。で、奥の方にオーバーグロー。外周部スーパーバーバリアン体育に合わせる。スケウゼあと一発だったのに。うおー、危ねえ。クイーン落ちるとこだったけど、ギリギリ耐えた。あとは上側が少し削んなきゃいけないところ。まあ、あの辺がアーチャーとか確かに一番最初とかにね、削れるところ出しといてもよかったかもしれないね。あとはレイジフリーズ一発ずつ、ストライカーもまあクイーン合わせるんですけど、まあそこはもう、ロイちゃんだけでもいるっしょということで回収にいましょう。信用。この入り強いな。バーサス。チャーザンルートライダー。1分10秒ちょっと。みんな早いね。おージャイアントアローが飛びましたが、角度的にはちょっと微妙なあれだったんだけど、ヒーラーを中心部に渡すという意味では強いですね。このヒーラーを渡せるの強いな。キングガントレット行きたい。ヒーロー重なるところは打ち解く。ダメージも与えられちゃうところだからね。ストライカーもサポートで入れたことで強い。ちょっと早いですが、ここでオーバーグロー入れていきましたね。さすがに早すぎるかな、これは。オーバーグロー、なんか反対サイドからのね、攻撃が届き出してから打つのがやっぱ強いんでね。ここはまだ守れてないタイミングな。このぐらいでそろそろ考える。そろそろただオーバーグローの方の施設も現れてって感じ。フリーズ打って、レイジ、スーパーガーゴイルとかも合流しましたね。で、ロイヤルチャンピオン能力レイジも乗ってる。レイジ。強。オーバーキル。あっという間の旋回ね。さあ、4つ3食いヒーラバレー。まあ、僕のようにって言ってもあれですけど。まあ、5V5 やってないね。あとは、自由な編成で自由に遊べるのはいいですね。老兵じゃないけど。どうだろう。ちょっとヒーラーの角度的に左に、そういうわけではない。次へ T を乗っていくと。援軍はエレクトロタイタン。ちょっと嫌かも。危ない。レイジン。まあ、だいぶ削ってはくれましたが、ちょっとミニエティやられた感はあったな。ヒーラーうざいな、それ。危ねえ。ヒーラーが結構撃たれたけど。ここから赤バックとかマルチ IT とか食らいたくないですね。クイーンが。ぐるんぐるんする。ぐるんぐるんするけど、むしろいいかもしんない。こいつから離れようぜ。むしろいいまである。で、ベビーとかが外周削って内側ユーとウォール。キングのためのサイドカットをやってるっぽいかなと思ったらただ削っただけだった。あれ何やったんだろう。アーチャー1施設で削れる2つかなじゃあ。ナイスフローズナロー。レイジに乗っけてヒーラーやられる前に先に突破。これが強いんよな、フローズ。で、3時ロイちゃん使ってラバルパートはそしたら12時か9時の2択。9時側の方が強そう。
マルチ IT 先に潰せるから。9時です。ロイヤルチャンピオンは3時入れて、9時からラバルパートスタート。真ん中レイジ置いて。いいですね。あと、ロイちゃんが12時の方に伸びるっていう、その余力もありますね。ロイちゃん守る意味では左から行ってもいいんだけど、ストライカーもこうして、ロイちゃん側からトームかかるし、マルチ IT もトーム中に9時側から行けばケアができるっていうことで、12時と9時ね、ラバルパートするなら9時の方がいいしね。クイーンめちゃめちゃギリギリ HP。危ない。キング処理まで行って振りかけて、いい位置しっかりかけたので、ラバルに対して守れる。援軍。強い。ヒールとめっちゃ良かったですね。いい全開。星3、6、1天才ラバル。真ん中クイーンのところ天才ですね。よ。で、3時下クイーン置いて、通常ゴブリン。ターゲット入らないところはね、1枠ゴブリンいいですね。火力も高いからね、資源系に関しては。スケルトンの呪文置いてからって感じだったんだけど、このよくあるやつね。置いただけじゃダメだったので、ちょっと早すぎましたね、出すのが。クイーンは入らないんだけど、それはそれで強い動きになりそうな感じ。でもオールブレーカーつけて、この辺狙ってたってことか。じゃあクイーンこっち来てほしかったな。しょうがないですね。それちゃったらということで、ラバルパートスタート。その分代わりに投石が削れると嬉しいな。反対サイド突撃艦まで入れて一気のトームを入れていきます。ヘイストまで乗っけてロイちゃん能力発動中。ラバーハウンドもトームかかってるのでね、タウンホール越して奥の方までラバーハウンド走ってって超罠と解除していきます。サイドカットもできてなかったので、クイーンの方は投石の方には入らず、アイゴレに1体ぐらいね、なんかつけてもよかったかもしれないですね。ストライカーも裏から出して、キング処理、ラバーハウンドもこれで弾けます。チャンピオン残ってる状況、バーレンの数が圧倒的ですね。本来ならば多分、キングクイーン動いて、この辺にウォールブレーカー、キング入れて、ロイちゃん合流なんかもう圧倒的すぎるでしょみたいなやつだったんだけど、流れてもなお圧倒的です。さあ、次は自分ですね。6時食い火、キング入れるってことかな。そうですね。じゃあ9時シューターやったやつかな。一応のバーバリアンテスラチェックして、これも、危ない。あれだわ。フリーキッカーいるわ。とりあえず持ってったやつだ。変わってないね、編成が。で、ウォールブレーカー入れて、スニガプサイドカット。ホーミングチェックバルーン入れて、穴開けって感じですかね。援軍はなんかストライカーが走ってきました。ちょっとフリーズ打つか迷ったので一発もらっちゃったのが良くないですね。テスラも9時の方は回収部カットしたユニットが起こしてくれて、テスラチェックにもなるかなと思って起きました。で、先にマルチ IT 降りてとか、この辺降りたかったんで超団体ほど。ラバが来る前にフリーズ打って先に降りたいレイジフリーズ降り切ることができました。はい、安全。あとは、3時からだったかな。ルートライダーやったの。3時から行ってましたね。インビジブルターとかもあって、あんまり、タウンホールとかもあってね、あんまり、こっちからは、ちょっとだるいかなっていう。であとこれね、食い火だからこそできる、ルートライダーのこのウォーデンのね、ヒーローペットディギー採用っていうね。これも強いですよね。ラッシュだとやっぱり援軍ケアでポイズンリザード持ってくんだけど、食い火だと援軍ケアがね、できるので、ディギーを強気に採用するというか、強気っていうか普通にディギー採用できるのですね。さあ、
ちょっとやはりタウンホールポイズン受けちゃうんで、あんまりいいあれではなかったなとは思ってるんですけど。ルートライダーパッド、上からの方が強かったな、これ。どうなんだろう。フィルターあるから、ちょっと、なんか決めずに攻めてた気がする。結果的にはそのまま合流してって全開です。まあ他の動画でも言ってるんですけど、ちょっとね、時間がなかったんでね、こんな感じでしたね。カズマくんライドラッシュ、ホールから行きそう。すごくホールから行きそう。うん。フリーキッカー2発持ってきてるわ。対空放りだね。フリーキック始まります。バーバリアンキッカー。ドガーン、ハーランドしっかりね。左利きですからね。やっぱ左足で蹴っていきます。フリーキック。その角度左足で決めていく。で、バルーンがね、うまいですね。ハーランドでターゲット取ってバルーンを刺していく。ちなみにこれ結構似てますからね、ハーランド。知らない人。で、これで両サイドカット。このカットがね、今までだったらなんかクイーンとか使ってあげないとできなかったのが、ユニットだけで簡単にね、まあロケバルとか、この辺のスーパーユニット使うか、みたいなところだったのが簡単にできるの、これ強いね。で、マルチャー ET はフリーズかけて、ここは。ちょっとキング処理にね、ライドラ時間かかって、そのために。いい流れだ。ユタも強い。レイジフリーズ。のトームをここでかけていく。ギリギリまで貯めて。モノリスのところまでライドラ。いいチェン入れてくれ。援軍潰し。下の方はね、シューターが伸びてくれるから上の方に伸びてほしいんですけど、上めっちゃ綺麗に伸びてるね。クランジュの方にもライドラ伸びてテスラが生えて勝手にチェーンを伸ばす係になってくれた。さあ、ここもフリーズ使ってヒーロー突破、投石のところまでシューターもここから撃つことができて、これめっちゃ強いね。カズマくんほんといろいろできるね。まだヒーロー使ってないですからね、これ。来週歩かせて。クイーンを使ってキングを内側に持っていくようなルート取りにするってことかな。ロイヤルチャンピオンもつけて、キングフィスト。ちょっとルートが微妙な感じになってるけど、ロイヤルチャンピオンレイシ。ビーズ余って GG です。アイドラもやる人はね、少ないんですけど、対戦とかでもね、ちょこちょこ強いクランがようやく触り始めたなって感覚。だいぶね、ルートライダーの影で強化入ってるからね、いろいろ。さあ、本日ラストアタック、リュウタくん。1分20秒。ルートライダー編成。強化弊社クイーンのサイドカット入れて、真ん中。ロイヤルチャンピオン結構早めにここは使ってきましたね。強化弊社と合わせて。さあ、そろそろ、いいトーム。このね、マルチの、こレイジトーム、気持ちいいね、完璧。援軍も美味しいな。ちょっとポイズン外れてるってところあるんだけど、ポイズンリザードが、あとはやってくれるでしょ。隣にいるよ、リザード。援軍にちょっと反応してくれてないな。索敵範囲狭いな、リザード。で、12時の方はスケルトンの呪文を置きつつ、クイーンの方に、これはルートライダーも合流してくれてますね。残ったスーパーガーゴイルはクイーンの方に向かったので、クイーンがこれは援軍処理してくれました。9時の方もキングと当たってるところですが、オーバーグローのおかげで火力も低いというところ。フリーズ外す。レイジ、ガントレット。あとはロイちゃんが能力残ってるところ。これは、外広がってくれたので、タウンホールポイズンは一旦受けない。ガントレット強え。何レベなんだろう。23レベ。結構上がってんだ。バーカのヒーローギア上げるのマジで大変だよね。はい、というわけでね、今日は15本全員全開ということで、非常にいい日でした。トップ目指すってなるとね、毎戦これをやんなきゃいけないっていうところがなかなか難しいところではありますが、やっぱ環境的にね、相手も全開取ってくるんでね、一つ二つ取りこぼすと負けてしまうぐらいのね、恐怖感がクランリーグでもあるのが、面白いところでもあるかもしれないですが、難しいところでもありますね。はい。だけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしましょう。さよなら。リリースから12年、ハーランドコラボもキックオフ。
新規プレイヤーの流入も期待されるクラクラ。しかしそもそも新規プレイヤーがタウンホールレベル16のプレイを見て面白いのだろうか。あそこまで村を育てるの無理と諦めたりはしないだろうか。今回の生放送ではケイスケ、ジョーカー、ユタの3人が自分のチャンネルで同時にリアルタイムアタックを開始。クラクラのアカウントを一から育ててファーミング、シングルプレイ、プレバトの3種競技で一番先にミッションをクリアした者が勝ちとなる。初心者プレイヤーに見本を見せられるのは誰だ。クラクラ3本勝負、ハットトリックをぶちかまして初心者の見本になれるのは俺だ。